皆さんおはようございます。現在時刻は2022年4月10日4時55分。私は今、1日目の最終目的地である篠山口駅にいます。今回はここ篠山口駅から春の関西ワンデーパスのフリーエリア全線環状の旅の2日目の様子をお送りしていきます。1日目を初電から終電までフルに移動した結果、制覇状況はご覧の通りとなっています。じっくり確認したい方は一時停止を推奨します。また本動画では字幕を用意しています。本動画をより楽しみたい方、ぜひ YouTube 画面上のギアマークから字幕を表示してご覧ください。さあ、前置きが長くなってしまいましたが、早速旅を始めていきましょう。階段を降りて列車に乗りに行きます。そして乗る予定の列車がやってきました。篠山口駅を5時5分に発車する普通列車の大阪行きです。篠山口駅から大阪方面に1本だけ発車する普通列車。他の列車はすべて快速か特急列車なので大変貴重な列車です。さあ、早速乗車。もちろん誰もいません。発車時刻となり扉が閉まります。篠山口駅を発車。まずは時速 25km で分岐器をいくつも通過します。さて、篠山口駅を定刻で発車しましたが、窓の外を見るとまだ太陽は上がっていません。少しずつ明るくなってきてはいます。列車は新三田駅に到着です。ここから列車の本数が増えます。新三田駅の駅名表を撮影。空がかなり明るいです。新三田駅も定刻で出発します。三田市を抜けると大阪都市部に向かって山越えとなります。美しい渓谷を見ながら武田尾駅を発車。トンネルで一気に山間部を突破します。山を越えると宝塚駅に到着です。列車は順調に福知山線を南下しています。快速列車が停車する伊丹駅に到着しました。そして塚口駅に到着します。進行方向左側には列車が1本止まっていますね。さあ、急な左カーブを曲がり東海道本線と合流します。尼崎駅に到着。長々と続いた各駅停車の旅は終わり。尼崎駅で下車します。駅名表を記念に撮影。エスカレーターで登りながらお世話になった車両とおさらばします。さて、こちらが尼崎駅コンコース。早朝なので人は少なめです。3、4番乗り場に向かいます。エスカレーターで下っているうちに目的の列車がやってきました。尼崎駅を6時20分に発車する東海道本線の普通西明石行きです。車内の人は少なめです。さて、普通列車なので途中の駅を各駅に停車していきます。江南山手駅に到着。1996年に開業した比較的新しい駅です。列車は次に麻谷駅に到着します。この駅は2016年開業の駅で、江南山手駅よりさらに新しい駅です。しかもこの駅は自治体による請願駅ではなく、約40億円に見積もられる建設費を全額 JR 西日本負担で建設されました。その理由は当駅に折り返し機能を設け、輸送障害時に快速列車を従来の西明石駅から三宮駅まで延長運転させるためです。三宮駅まで運転できれば JR 線が阪神間で運行できない状態でも阪神線や阪急線で移動ができるようになります。さて、列車は兵庫県内で最も大きな駅三宮駅に到着です。乗降人員は JR 西日本の駅としては5番目に多いです。三宮駅にはロープ柵が設置されています。3ドア車の快速列車と4ドア車の普通列車の両方が停車可能です。さあ、列車は尼崎駅から35分かけて目的地に到着します。兵庫駅で下車。駅名表を撮影します。
乗り換え時間に余裕があるので列車を見送ります。ここまで連れてきてくれてありがとう。終点の西明石駅まで行ってらっしゃい。普通列車を見送ったらすぐに貨物列車がやってきました。ここは貨物列車のゴールデンルートなので頻繁に通過していきます。さて、兵庫駅に来た目的はこちらです。上から見下ろせる白い屋根をかぶったホーム。奥に青色の列車が止まっているのが見えますね。次は和田岬線に乗車します。早速乗りに行きたいですが、まだ改札は開いていません。朝の入場開始時刻は、休日は7時6分となっています。まだ7時ちょうどなので、開いていないのもうなずけます。さあ、改札が開きました。駅員さんが手動で開くのではなく、改札が自動で開く仕様のようですね。改札を通りましょう。青春18切符では、改札近くのインターホンで駅員に見せる必要がありますが、関西ワンデーパスなら改札に通せます。長いコンコースを歩いていって、見えました。こちらが目的の列車です。先頭列車まで来ました。かつては首都圏や関西圏でたくさん走っていましたが、今では数少ない103系です。兵庫駅を7時21分に発車する和田岬行きです。車体に書かれた番号も国鉄時代を思わせる書体となっています。撮影が終わったら乗車。休日なので閑散としています。さあ、発車時刻となりました。扉が閉まります。兵庫駅を発車。車体をきしませながら進みます。さて、まずはシーサスクロッシングで転線します。お待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。次は和田岬でオレンジ右側です。シーサスクロッシングを抜けると左へ急カーブ。JR 神戸線と分かれます。カーブを渡りきると列車は最高速。ここから終点の和田岬駅までは直線となっています。さあ、列車は和田岬駅に到着します。一面一線。分岐器もない単純構造の駅です。和田岬駅に到着。これで和田岬線攻略完了です。列車の前面を撮影します。いやはや絵になりますね。和田岬駅まで来たら来た道を戻ります。せっかくなのでまた先頭車両に乗りましょう。和田岬線は周辺の工場等への通勤客向きにある路線ですが、休日だと利用者はほぼいません。列車の扉が閉まります。さあ、兵庫駅に戻ってきました。兵庫駅を出た時と同じ発着線に入線します。列車から下車。和田岬線の往復完了。山陽本線の攻略に戻りたいと思います。と、その前に103系をもう一度撮影。もう乗れないかもしれませんからね。少し名残惜しい。さて、和田岬線との乗り換え改札を通過します。階段を上って3、4番乗り場へ。列車がやってきました。兵庫駅を7時37分に発車する普通列車の西明石行きです。兵庫駅を発車。兵庫駅を出ると電車は列車線に対して高度を上げていきます。そして下り急行線と和田岬線の連絡線をまたぎます。列車は須磨駅に到着です。海がすぐ近くにある駅です。ここで列車から下車します。まもなく2番乗り場に7時47分発快速姫路方面網走行きが8両で参ります。さあ、列車がやってきました。快速列車に乗車します。ちなみにこの快速列車、兵庫駅にも停車する列車ですが、なぜ兵庫から乗らなかったのかというと、
単純に乗る列車を間違えたからです。危ない。これで乗る方向を間違えていたら完全にアウトなので、修正が効くレベルで良かったというところでしょうか。列車は須磨駅を発車。ここからは快速運転で進みます。さて、須磨駅を出ると瀬戸内海の美しい海が望めます。今日は少しガスっていますが、綺麗な晴れです。列車は舞子駅に到着です。ここで明石海峡大橋を横断して、淡路島、徳島へ向かう高速バスに乗り換え可能です。舞子駅を出ると山陽電鉄線が進行方向左側へ移ります。列車は明石駅に到着。新快速列車も停車する明石市の中心駅です。ここで列車から下車します。時間があるので列車のお見送り。高槻駅から快速運転をしてきた本列車は当駅から終点の網干駅まで各駅に停車していきます。網干駅まで長いですが行ってらっしゃい。さて、乗り換えを行います。その前にちょうどよく貨物列車が来たので撮影。本当に頻繁に貨物列車が通過します。こちらが明石駅コンコース。休日なので人は少ないです。3、4番乗り場に上がってきました。目的の列車はまだ電光掲示板には表示されていません。というより、1、2番乗り場の列車も表示されるようですね。待っている間に快速列車の大阪行きが到着しました。朝方の快速列車は一部西明石高槻間で急行線を走行し、舞子、垂水、須磨を通過します。そして下り急行線では列車が通過するようです。やってきたのはなんと先ほど乗ってきた和田岬線の103系です。和田岬線の午前中の営業が終了したので、急行線を使ってここまで改装されてきました。珍しいものが見れました。よかった。さあ、和田岬線の103系をパスしたらいよいよ目的の列車に乗車します。普通の通勤方の列車とは違う鋭い顔立ちの列車。ここで特急列車に乗車します。明石駅を8時12分に発車する特急スーパーはくと1号倉吉行きです。早速乗車。乗る。スーパーはくとは先頭車両が自由席となっています。乗り込んですぐ明石駅を発車。ディーゼルの音を高らかに鳴らしながら加速していきます。列車の速度は一気に時速110キロです。さあ、列車は西明石駅を通過します。山陽新幹線が乗り入れ、かつ一部の普通列車が当駅を始発・終着としている運行上重要な拠点駅なのですが、スーパーはくと号はこの駅を華麗にパスしていきます。またこの駅で快速普通列車が使用する観光線が合流し、線路が4本から2本に集約されます。平面交差で合流・分岐しているので、ダイヤを組む上でネックになっているでしょう。西明石駅を通過したら進行方向左側が開けたところを走行します。ここには山陽新幹線の車両基地を新設する構想があり、現在明石市と JR 西日本が交渉をしています。さて、ここで軽食を食べたいと思います。特急列車なので快適に食べられるでしょう。ベースフードのチョコ味。はい、食べ終わりました。美味しかったです。さあ、列車は加古川駅を通過します。新快速が停車する主要な駅ですが、この列車は通過します。さて、ここで座席の紹介をします。座席はベージュを基調とした縞模様のモケットが使われています。コンセントついています。テーブルは肘掛けから取り出す小型テーブルと背面テーブルがあります。肘掛けにあるボタンを押せば座席を後ろに倒すことができます。特急列車として最低限の設備が整っているので快適に過ごせるでしょう。さあ、座席の紹介をしているうちに列車は姫路別所駅を通過しました。
当駅の隣には姫路貨物駅があります。この先の姫路駅を高架化するにあたり、貨物設備をここに移転する形で1994年に建設されました。まもなく姫路に停まります。姫路の次は上郡です。さあ、列車は間もなく姫路駅に到着します。言わずと知れた兵庫県第2の都市。列車は分岐器を右側に転線、8番乗り場に入線します。姫路駅は山陽新幹線も乗り入れる主要な駅ですが、ここで下車せず乗り続けます。山陽本線のフリーエリアはもう少し先まであります。列車の扉が閉まります。姫路駅を発車、ゆっくりと発車していきます。さて、姫路駅を出ると、まずは山陽電鉄本線をオーバーパス、そして山陽新幹線の下をくぐります。さて、けたたましいディーゼル音のせいで放送が聞きづらいので編集でカット。列車は網干駅を通過します。当駅は近畿圏の列車運行上重要な拠点駅です。進行方向左側に列車がたくさん停車しています。ここは網干総合車両所です。吹田総合車両所と並び JR 西日本の車両基地及び車両工場の中で最も規模が大きいです。また組織的にも下部に宮原支所と明石支所があり、さらにその下に多くの派出所を抱えています。さあ、網干駅からさらに進んで山陽新幹線の高架橋の下を通ります。新幹線が右手に移った後、すぐに相生駅を通過。新幹線が止まる駅ですが通過します。さらに進んで線路が分岐、赤穂線です。一部の快速や新快速が途中の播州赤穂駅まで乗り入れます。まもなく上郡に停まります。上郡の次は最後です。さあ、上郡駅に到着です。ここが山陽本線フリーエリア内の最西端となります。スーパーはくとはここから智頭急行線に入線するので、ここで下車します。乗り換えに時間があるので、スーパーはくとのお見送りをしましょう。ちなみに山陽本線のフリーエリア区間を全線環状したので、これで11路線全線環状です。超低速でゆったりと出発。この列車は上郡駅から山越えとなります。大変かと思いますが頑張って、こっちも最後まで頑張るから。いやー、ゆったりと特急列車が発車していく姿は厳かでいいですね。さて、列車の見送りが終わったら跨線橋を渡ります。乗り換え時間は8分です。電光掲示板には遅れ等の表示はありません。定刻で来そうです。さあ、電車がやってきました。上郡駅を9時9分に発車する普通列車の相生行きです。岡山電車区所属の黄色い電車がやってきました。この電車で来た道を戻ります。さて、山陽新幹線の高架橋が見えてきました。これの下をくぐります。列車は終点の相生駅に到着します。列車から下車。
お世話になった列車と駅名標を一緒に撮影します。さあ、相生駅で次の列車を待っていると、赤穂線方面から列車がやってきました。2番乗り場に入線してきます。播州赤穂駅からの列車と上郡駅からの列車が同じホームに到着しました。階段を上り下りしなくてよいので楽に乗り換えできますね。便利だ。さて、こちらは赤穂線の一部区間がフリーエリアに含まれているので、赤穂線の攻略を行います。相生駅を9時31分に発車する新快速の播州赤穂行きです。乗り降りが完了したらすぐに列車の扉が閉まります。相生駅を発車。スーパーハクトの時は1番乗り場を高速で通過しましたが、今回は分岐器を2回分岐側に低速で通過。単線の赤穂線に入線します。そしてしばらくすると列車は佐越駅に到着します。赤穂線はホームの長さが8両分しかないので、12両編成の列車は止めることができません。加えて相生駅から播州赤穂駅まで列車同士の行き違いができる駅がないのがここら辺の区間の特徴となっています。列車の扉が開きました。乗降が少ないのでわずかな時間ですぐに扉が閉まります。さあ、列車は終点の播州赤穂駅に到着です。当駅からさらに岡山方面へ向かう乗り継ぎを考慮し、3番乗り場に入線します。扉が開いて列車から下車。これでとりあえず赤穂線のフリーエリア区間を全線完乗しました。全部で12路線制覇です。さて、次の列車ですが、できれば乗り換え時間1分で反対方向の列車に乗りたい。跨線橋を渡って1番乗り場を目指します。階段を降りた先、列車はまだ待っていてくれるか？ダメだった。動き始めていた。ということで9時43分発の列車には乗れませんでした。仕方がないので次の列車で来た道を戻りましょう。ちなみに花から乗れないだろうと考えていたので、旅程に大きな影響はありません。遅延に対する不安は残りますけどね。3番ホームに戻ってきました。こちらが赤穂線を走る総社行きの列車。そしてこちらが相生方面に向かう列車です。JR 車両に乗れると考えたら、むしろ乗り得だったと言えるでしょう。播州赤穂駅を10時12分に発車する普通列車の姫路行きです。さあ、相生方面から列車がやってきました。佐越駅にも西相生駅にも行き違い設備がないので、こういう光景が日常茶飯事で見られるようです。列車の扉が閉まります。相生駅を発車。30分滞在していました。さて、相生駅に戻ってきました。進行方向左手より山陽本線経由の列車と並走。ちょうどよく接続します。列車は往路と同じ2番乗り場に入線します。山陽本線からの乗客を拾ったらそのまま姫路方面に発車。相生駅では乗り換えず、そのまま在来線を進みます。山陽本線に入ると列車は平野部を走行します。そして車両がたくさん留置されている網干総合車両所まで戻ってきました。列車は網干駅に到着します。播州赤穂駅から乗ってきた列車はここで下車。お世話になった車両のお見送りをします。ありがとうございました。さて、網干駅で下車して当駅始発の列車に乗車します。JR 西日本の看板列車。1日目と違い昼間に乗車します。10時45分発の新快速草津行きです。乗務員扉の上に案内ディスプレイがあります。クロスシート座席に座る人には正面に見える角度です。
さあ列車の扉が閉まります。網干駅を発車。上り本線からの発車なので勢いよく飛び出していきます。列車は網干駅から数分で姫路駅に到着します。姫路駅の手前から高架区間に入ります。かつての姫路駅は地上駅でしたが、高架化により周辺の道路交通渋滞が改善されました。進行方向左側で姫新線の線路と合流。そして勢いよく姫路駅ホームに進入します。姫路駅に到着。姫路駅からは山陽新幹線、姫新線、万丹線に乗り換え可能ですが、どれもフリーエリアに含まれていないので、そのまま乗り続けます。ここからが新快速の本領発揮区間です。姫路駅を発車。発車後すぐに進行方向左側で万丹線が分岐します。そして右手側の留置線群を抜けていきます。列車はどんどん加速していきます。高速で列車と行き違い。速い。そして進行方向右側で線路が分岐していきます。スーパーハクトの時にも紹介した姫路貨物駅です。列車の速度は時速 124km。特急列車並みに速いです。途中の駅をガンガン通過していきます。さあ列車は比較的新しい大きな橋を横断します。今横断している川は加古川です。加古川を横断するとすぐに新快速停車駅に到着します。加古川駅です。ここで加古川線に乗り換え可能です。加古川駅を出た後も引き続き高速走行を続けます。列車の速度は時速 127km、221系と行き違います。この列車は間もなく山陽本線から撤退し、奈良地区に移籍する予定です。さあ進行方向右側の景色が開けました。山陽新幹線新車両基地建設予定地です。列車はあっという間に西明石駅まで行きました。右手側に線路が分岐します。新快速はもちろん直進側。西明石駅の一番乗り場に到着します。そして列車は西明石駅を発車。進行方向右手には網干総合車両所明石支所があります。ここで普通列車として運用される207系や321系が管理されています。西明石駅を出るとすぐに明石駅に到着です。昇降式ホーム柵が設置されています。ロープを上げ下げするタイプなので、列車ごとで多少ドアの位置が違っても対応可能です。身長の高い人は頭をぶつけないように気をつけないといけませんが、非常に考えられた構造です。さあ今度はドアが閉まる様子を撮影します。ロープが下がります。無事にドアが閉まりました。明石駅を発車します。明石駅の前の駅の西明石駅からは山陽本線は線路別複々線となっています。方向別ではなく線路別の複々線になっている理由はこちらです。海と山が非常に近いため、ホームを一面しか作れないからです。列車線と電車線で高低差がついています。車窓からは美しい海が見え、さらにその向こうには明石海峡大橋が見えます。列車は舞子駅を通過。新快速は駅のホームがない列車線を走行しているので通過します。舞子駅通過後もまだまだ通過駅が続きます。進行方向右側はすぐ海となっています。建物一つ隔てられていない海岸線を走行。めちゃくちゃ気持ちがいいです。さあ列車は須磨駅を通過します。ここで一部の普通列車が折り返しています。さらに進むと上下の列車線の間隔が広がっていきます。列車線の間に挟まるのは神戸貨物ターミナルです。コンテナがたくさん置かれています。神戸貨物ターミナルを抜けると右手端にあった電車線が下り列車線と回送線をまたぎます。そして線路の高さが同じに。ここからは方向別複々線といって急行線の間に観光線が挟まる形になります。さらにここで快速列車の追い越し。こうやって走行中の観光線列車を追い越せるのが複々線の醍醐味です。
さあ列車は神戸駅に到着します。東海道本線の終着、そして山陽本線の起点になります。駅の前後に急カーブがあるのは、当駅を建設した当時、神戸駅が終着駅のため高速で通過する列車のことを想定していなかったからだと言われています。神戸駅に到着。ここで山陽本線は終了。ここから東海道本線に入ります。神戸駅を出ると次は三宮駅。 JR 線の隣には阪急線があります。ちょうど阪急線に直通する山陽電鉄の列車と遭遇。さらに阪急電鉄所有のマルーン色の列車とすれ違います。三宮駅に到着。先頭車両から乗り降りする人はさすがに少ないです。三宮駅でももちろん下車しません。大阪に戻るには新快速を使うのが一番早いですからね。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は新快速京都方面草津行きです。芦屋、尼崎、大阪、新大阪、高槻、京都の順に停まります。京都から先は後ほどご案内いたします。次は芦屋です。さて三宮駅からは住宅の中を走行します。とはいえ複々線区間を走行するので視界は広いです。列車は住吉駅を通過。住吉駅では六甲ライナーと乗り換え可能です。今見えている上の方にかかっている白い高架橋が六甲ライナーです。さあ列車は芦屋駅に到着します。駅の手前で分岐器を通過。1番乗り場に入線します。そしてこちらが停車する直前に普通列車が発車。こちらから普通列車に接続することなく先に行ってしまいました。高級住宅街芦屋に到着。次は尼崎駅に停車します。芦屋駅を発車すると機関車に引かれる短い列車を発見。一体何でしょうか。車両の形や色から見て関西本線の鴨亀山間で運転されるキハ120型ですね。どういう理由で機関車に引かれていたのかは不明です。さあ列車は先ほど芦屋駅で先に行かれた普通列車を追い越します。それと同時に西宮駅を通過。西宮市の JR 側の中心駅ですが、新快速は一切止まらず華麗に通過します。そして早朝に乗ってきた福知山線の鉄橋の下をくぐります。ジャンクション駅尼崎駅に到着です。左手側には貨物列車、回送列車用の待避線があります。尼崎駅を発車。東西線には乗り換えません。列車は神崎川を横断します。大阪の中心部に近いですが、まだまだ速度を上げていきます。神崎川を横断すると分岐器を高速で通過。左手に線路が分かれていきます。北方貨物線です。そして合流。塚本駅を通過。ここで普通列車を追い越します。塚本駅を出たらすぐに淀川を横断。淀川も超高速で抜けていきます。そして大阪駅の手前、急な左カーブを通過します。直下で梅田貨物線と交差。カーブを曲がりきったら分岐器をいくつも通過します。大きなドーム状の建物が近づいてきました。大阪ステーションシティです。大阪駅の8番乗り場に入線。多くの人が新快速を待っています。さあ網干駅から73分、大ターミナル大阪駅で下車します。当たり前ですが下車客も非常に多いです。エスカレーターを上がったコンコース部分も当然のごとくたくさんの人がいます。さて大阪環状線ホームにやってきました。ほどなくして列車が到着します。大阪駅を12時4分に発車する外回り電車です。車内が空いている最後尾車両に乗車。扉が閉まります。
大阪駅を発車。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は環状線外回り京橋、鶴橋、天王寺方面行きです。さて、大阪駅から3駅進んで京橋駅に到着します。大阪環状線の上を通る高架橋は京阪本線の福々線です。京橋駅で学研都市線と東西線に乗り換え可能です。しかしどちらも1日目に攻略済みなのでスルーします。まもなく大阪城公園に着きます。お出口は左側です。京橋駅からは森の宮電車区が分岐しています。そして大阪城公園駅に到着します。ここで列車から下車します。当駅で環状線以外の JR 線の乗り換えはありません。しかし春の関西ワンデーバスでフリーで乗れる乗り物がこの駅の近くから発着しています。今回はそれに乗りに行きます。和田岬駅以来の改札通過。駅舎の外に出ます。春真っ盛りですが外はかなり暑いです。駅を出るとすぐに公園の中です。もう少し西に行く必要があるようです。乗船のチェックインを何分前に済ませないといけないかわからないので急ぎます。ありました。水上バス乗り場。さて無事間に合ってチケットをゲットしました。こちらがフリー切符を提示して手に入れた切符。まだ時間があるので桜の木の下で待ちます。さあ水上バスがやってきました。すごく平べったいですね。エイか何かでしょうか。そして着岸。これからこれに乗船します。出港時刻は12時30分です。どうぞいってらっしゃい。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。どうぞいってらっしゃいませ。ありがとうございます。さあ、来ました。水上バスアクアライナーでございます。乗船。客室に入る階段を下ります。そして前側の座席に座ります。さあ水上バスが動き始めました。12時30分定刻で出発です。本日は水上バスアクアライナーなにわ号にご乗船いただきまして誠にありがとうございます。これより皆様に水の都大阪をご案内いたします。大阪の歴史が残したさまざまな足跡や名所旧跡などを訪ねてまいります。どうぞ皆様船上のひとときを心ゆくまでお楽しみくださいませ。はい、皆様本日はアクアライナーなにわ号をご乗船いただき誠にありがとうございます。この船はこちら大阪城区を出港いたしまして、またこちらの港に戻ってまいります。40分のでございます。短いクルーでございますが、どうぞ皆様ごゆるりとお楽しみいただきたいと思います。この水上バスは放送にもあった通り大阪の名所を巡りつつ美しい桜を見ることができます。しかし今日は4月10日ということもあり桜が散り始めて緑の葉が顔を見せ始めています。満開の桜が見られるのは3月下旬頃でしょう。詳しい桜の開花時期については水上バスのホームページにカレンダーが掲載されていますので参考にしてください。はい、そして、まもなくいたしますと進行方向左手ですね、大阪城天守閣が見えてまいりまして、進行方向右手のお客様またお帰りの際ですね、ご案内の方をさせていただきたいと思います。まずは進行方向左手のお客様橋のたもと橋を通過の際左手たもとをご覧いただけますと大阪城天守閣をご覧いただきます。船のスピードを緩めて、通過をいたしますが、あっという間の通過でございます。お見逃しございませんよう橋の左手たもとをご覧くださいませ。大阪城がどこかわからず迷っています。すみません。はい、こちらから眺める大阪城ですね、大阪という街はたくさん高いビルが立ち並んでいるんですけども、その背景に高いビルが映らないという非常に珍しいポイントでございます。実際に、向こう側に高いビルがあるんですけれども、船から見上げるという角度と、また大阪城上町台地のてっぺんに立っておりますので、
高いビルがあるんですけれども、その坂の下の方から高いビルが建っておりますので、実際、ここから眺めますと、その背景に高いビルが映らないという非常に珍しいポイントとなっております。さあ、船でゆったりと進んでいきます。せわしない鉄道全線環状旅ですが、その合間、至福のひとときを味わいます。そして次に通過いたしておりますこちらの橋、京阪電車の鉄橋でございまして、右手側が京橋、左手側が天満橋ですね。京阪電車、ここから地下に入って天満橋、地下の駅になるんですけれどもね、ちょうど駅に入って、入る直前の場所がここでございまして、そして船の方は旧淀川大川の方に出てまいりました。次の橋、天満橋でございます。この天満橋、そして下流にございます天神橋、もう一つ下流に浪江橋という橋がございまして、この3つの橋は江戸時代より伝わります浪速三大橋と呼ばれる橋になっております。さて、船上で販売されている抹茶アイスを購入しました。そして昼食にベースフードチョコ味。これで船の上の食事を楽しみたいと思います。天満橋を過ぎると船は U ターンして進路を東に向けていきます。大川の右岸は桜がたくさん咲いています。めちゃくちゃ綺麗です。もう一度天満橋の下をくぐります。パンを食べきりました。残りアイスを楽しみます。さあ、天満橋の次は川崎橋を通過します。アイスはとても濃厚で美味しいです。最高。さて、束の間ののんびりとした時間を堪能しています。そして左手ちょうど真横あたり、この奥の方ですね、広がっておりますのが造幣局でございまして、日本のお金1円玉から500円玉、そして記念硬貨を作っているのがここ大阪造幣局でございます。日本に造幣局は2カ所ございまして、ここ大阪の造幣局と、広島市にも造幣局がございまして、この2カ所で、日本の硬貨全てが作られています。さあ、バスは国道1号線桜宮橋を横断します。ちょうど右手ですね、話が途切れましたけど、水陸両用バスが、陸上に登るところでございまして、今バスであります船ですね、このまま陸上にね上がっていくとバスになるんですけどもね、間もなく、登ってきますので、よく後ろを見ますとプロペラついてるの見えると思いますのでね、今エンジンが切り替わって車輪になって、プロペラちょっと見えたでしょうかね。はい、このような水陸両用バスですね。さて、バスは桜宮野球場付近で旋回し、大阪城港に戻ります。奥の白い鉄橋が大阪環状線の桜宮駅の近くにある鉄橋です。しばらくして京阪本線の複々線を再び通過します。今度は京橋出町柳方面を撮影。水路の上にかかる鉄道橋の下をくぐれるなんて貴重な体験ですね。さあ、船は間もなく大阪城港に到着します。新鴨の橋通過。ここから大阪城をもう一度眺めます。よし、しっかり目に焼き付けました。大阪城を見終わったらほどなくして大阪城港に戻ります。船が着岸、ロープで固定します。これで楽しい水の上の旅は終了です。はい、ということで水上バスアクアライナー乗り終えました。いやー、よかったよかった。非常にいい思い出になる旅でした。さあ、水上バス楽しんだら鉄道の旅戻っていきたいと思います。じゃあ大阪城公園にまで行きましょう。ということで大阪城公園に戻ってきました。改札にフリー切符を通し JR 駅構内に入ります。次の天王寺行きの列車は13時19分のようです。階段を降りましょう。列車が行ったばかりなのでホーム上に人はおらず閑散としています。さあ、先頭車両まで歩いてきました。天王寺駅方面の先頭車両に乗車します。221系なのでおそらく奈良方面から来た列車でしょう。車内はなかなか混雑しています。
列車は鶴橋駅に到着です。そして鶴橋駅名物、ホーム上にあるロッテリアを見ながら発車していきます。さあ、列車は間もなく天王寺駅です。まず阪和線の高架橋をくぐります。そして14番乗り場へ。ちょうど15番乗り場に特急黒潮が止まっていました。列車は天王寺駅が終点なので、もちろん下車。駅名標を撮影します。階段を上りましょう。今度は15、16番乗り場に向かいます。どの電車に乗るでしょうか。乗り換えは余裕でできました。さて15番乗り場には先に大和路線の普通列車がやってきました。201系電車です。この電車は間もなく引退を迎える予定です。反対側の16番乗り場には関空紀州路快速が来ました。阪和線は1日目のうちに完乗しましたので、今日は乗りません。快速が到着し乗り換え客を拾ったら先に普通列車が発車します。そして関空紀州路快速も発車。関西のアーバンネットワークはパターンダイヤが組まれているので、乗り継ぎができれば便利なダイヤです。さあしばらくして目的の列車がやってきました。天王寺駅から関西本線に乗車します。13時45分発大和路快速の鴨行きです。天王寺駅を発車。関西本線の未上区間を攻略します。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は大和路快速奈良方面鴨行きです。九光寺、大樹、北龍寺、大和堀津、本殿、原田、長山、木津、終点鴨の順に止まります。次は九光寺です。お出口は左側です。天王寺駅を出るとすぐに高架区間へ。そして左手側に貨物基地が見えます。百済貨物ターミナルです。列車は貨物基地の最寄り駅平野駅を通過します。平野駅を出ると隣にあった貨物線が高架橋になって分かれていきます。そして大和路線の上下線の間に大阪東線の線路が割り込んできます。列車は久宝寺駅の手前で線路を転線。2番乗り場に到着します。久宝寺駅では乗り換えずそのまま乗り続けます。次は王子駅に停まります。久宝寺駅から先も高速で運転します。列車が分岐器を通過しました。橿原駅を通過します。この駅は近鉄道明寺線と JR 大和路線の上り線が同一ホーム上にあるという特徴があります。ご乗車ありがとうございました。まもなく王子です。お出口は左側です。列車は王子駅に到着です。和歌山線のほか近鉄生駒線と近鉄田原本線に乗り換え可能です。ここで列車を下車します。王子駅から先柘駅までの区間は1日目ですでに乗り通しましたので、これで関西本線を全線完乗しました。残る未乗路線はあと6路線です。さあ階段を上り跨線橋を渡って4、5番乗り場のホームを目指します。ホームに降りるとすでに列車が止まっていました。王子駅を14時6分に発車する和歌山線普通列車の和歌山行きです。接続時間5分ですぐに扉が閉まります。本日も JR 西日本をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は高田、五条、橋本方面和歌山行きです。終点和歌山まで各駅に停まります。次は畠田です。すべてのドアがご利用いただけます。さて大和路線の線路と分かれていきます。そしてすぐに大和路線をまたぐ線路が見えます。こちらは近鉄田原本線です。少し進んで柏駅に到着です。和歌山線は単線の路線なのに対し当駅は2面3線構造と規模が大きいです。ここで反対側からの列車と行き違います。
柏駅の駅名標を撮影。柏駅を出ると上を通る線路と立体交差、近鉄の大動脈、大阪線です。さあ15分ほど乗り続けて目的地に到着です。2番乗り場に着きます。高田駅で下車。お世話になった車両を記念に撮影。これで1日目に乗り続けた分を含めて和歌山線を全線完乗しました。残り5路線です。ホーム反対側には乗ってきた電車と同じ227系が止まっています。こちらは桜井線の列車。両方とも乗降が完了すると発車していきます。先に和歌山線の列車が発車。次に桜井線の列車が発車していきます。どちらも単線路線なのに同じ方向に同時発車。なかなか面白い光景です。さて電車を見送ったら静かになった高田駅で次の電車を待ちましょう。次の電車は25分後です。水上フェリーからここまで若干熱中症になりながら移動してきたので日陰で休みます。今日は暑い。まもなく3番乗り場に14時49分発普通王子行きが2両で参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。さて列車が王子方面からやってきました。折り返し来た道を戻ります。列車に乗車。まもなく発車します。ご注意ください。 We will now depart. Please take care. ドアが閉まります。さあ高田駅を発車します。再び近鉄大阪線をくぐります。次は終点王子です。すべてのドアがご利用いただけます。さて王子駅に戻ってきました。王子駅到着前に奈良方面に向かう大和路快速とすれ違います。王子駅に到着です。この列車はこの駅までなので下車。駅名標を撮影します。さあ階段を上って関西本線に乗りに行きましょう。3番乗り場のホームを下ります。電光掲示板には快速と普通の2種類が掲載されています。さて乗り換えに時間があるので車両基地の様子でも撮影しましょうか。ここ王子駅には王子鉄道部および車両基地があります。ちょうど227系が基地内で構内入れ替えを行っていますね。そして撮影をしていたら大阪方面から列車がやってきました。201系で運転される大和路線の普通列車です。大和路線を象徴する列車かと思いますが、まもなく JR 西日本管内から引退する予定です。まもなく2番乗り場15時15分発大和路快速西九条大阪方面行きが8両で参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。さて大和路快速でさらに来た道を戻ります。これで奈良県とおさらばします。列車の扉が閉まります。王子駅を発車。分岐器を通過するためゆっくりと走行します。分岐器の通過が終わると高速運転。列車の速度は時速100キロを超えます。さあ列車は久宝寺駅に到着します。上り奈良方面と同様、下り大阪方面でも分岐器を分岐側に列車が通過します。3番乗り場に到着。普通列車と緩急接続します。そしてまたしても乗り換えずそのまま発車。天王寺駅に向かいます。直進すると大阪東線に直通してしまうので分岐器で大和路線の線路に転線します。大阪東線の線路が高架へと上がっていきます。そして進行方向右側へと分岐していきました。分岐後すぐに上駅を通過します。
さあ、阪和線の線路をくぐります。阪和線との連絡線と合流と同時に両方向の特急黒潮と遭遇しました。右は283系、左は287系です。両手に花ですな、これは。列車は天王寺駅に到着。ここで大和路快速を下車します。駅名標を撮影が完了したら、さっきの特急黒潮に乗車します。天王寺駅を15時35分に発車する特急黒潮22号新大阪行きです。天王寺駅を発車。次は終点の新大阪駅です。天王寺駅を出ると、まずは大阪環状線の外回り線が大和路線をまたぎます。方向別複々線に切り替わると、すぐに新今宮駅を通過。新今宮駅を通過するのは特急列車だけです。そしてここで線路を大和路線から大阪環状線へ転線します。ここからが大阪環状線で最後の未乗区間です。さて、1日目の特急城崎と同様、この特急黒潮22号でもチケットレス特急券で乗車しています。チケットをわざわざ発券しなくてもいいのは手間が省けて便利です。さあ、この特急黒潮の車内で間食を食べたいと思います。普通列車の車内では食べづらいので、今のうちにお腹を満たしておきます。列車は大正駅を通過。大阪メトロ長堀鶴見緑地線との乗り換え駅なので、ホーム上に人が多いです。そしてこちらは京セラドームです。オリックスバファローズの本拠地ですね。大正駅を出ると線路の間隔が広がりました。かつて存在した大阪臨港線の名残です。さあ、列車は大阪高速16号と大阪メトロ中央線をくぐって弁天町駅を通過します。JR の高架駅より地下鉄駅の方が高いところにあるという面白い構造をした駅です。弁天町駅を通過すると線路の間隔がまた広がります。線路の間から桜島線が出現。そしてここで列車はまた分岐器を分岐側に通過。西九条駅を通過します。この西九条駅到達をもって大阪環状線を全線環状。残りの攻略路線はあと4路線です。さて、西九条駅からは進行方向右手に線路が2本見えるようになります。こちらは大阪環状線の外回り線と内回り線。じゃあ今黒潮が走行している線路は何かというと、梅田貨物線です。もともとは東海道線から味川口駅にある貨物駅までを連絡する線路でした。現在はもっぱら阪和線の特急列車を新大阪、京都に直通させるために使用されています。さあ、列車は野田駅を通過。ここで環状線を走行する323系普通列車を追い越し、華麗にパス。と思ってたら、また323系が追い返してきました。2本の列車の熱いデッドヒート。しかしそんな熱いバトルもこちらが勾配を下るせいであっけなく終了。そして踏切を通過します。城西橋踏切といい、この踏切の近くで福島駅を通過します。ここからは東海道本線に入ります。城西橋踏切からは工事区間です。2023年2月に線路を地下化し、大阪駅の市議に梅田貨物線を経由する特急列車の発着ホームを新設する予定となっています。そして列車はさらにもう一つ踏切を通過。こちらの踏切は西梅田一番踏切という名前で、この動画が出る頃には線路が切り替えられて廃止されています。西梅田一番踏切を過ぎた先の進行方向右側は、かつて梅田貨物基地がありました。跡地で大きなビルの建設工事が進められています。そしてマリオのラッピングがなされた323系と遭遇。323系がこの梅田貨物線に乗り入れることがあるようです。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点新大阪です。JR 京都線、JR 神戸線、大阪東線、新幹線、地下鉄線はお乗り換えです。さあ、進行方向右手から線路が合流してきました。東海道線の本線です。合流直後、淀川を横断します。軽食は無事食べきりました。
エネルギーチャージ完了です。淀川を渡ると線路が2本高架に上がり、こちらの線路をまたいできます。これは網干総合車両所宮原支所につながる回送線です。回送線をくぐったら終点の新大阪駅です。駅進入時に新快速電車と並走しました。新大阪駅に無事到着。これで東海道本線を貨物支線も含めて全線完乗しました。残る攻略路線はあと3路線です。さあ、列車から降りましょう。新幹線との乗り換え駅だけあり、終点まで乗る人が多いです。列車から下車、駅名標を撮影します。さて、先に新大阪駅までやってきた特急黒潮が回送列車として先に発車します。この列車はこの先の吹田貨物ターミナルの近くにある引き上げ線まで行き、そこで折り返してまた新大阪駅に戻ってきます。さあ、ホームに降りたらまたしてもホーム反対側に停車中の列車に乗車します。次に乗車するのは大阪東線です。2019年に新大阪駅まで開通した新しい路線です。15時55分発の久宝寺行きです。回送列車が発車したらすぐに大阪東線の列車が出発します。列車の扉が閉まります。新大阪駅を発車。まずは分岐器を通過して梅田貨物線の本線に戻ります。点線が完了したらすぐに東淀川駅の脇を通過します。そして鉄橋を横断します。橋梁を渡り終えると直後の分岐器を分岐側に通過します。ここからが新しく建設された大阪東線。東海道本線の旅客線をまたぎ分かれていきます。東海道本線と分かれるとすぐに南吹田駅。2019年に開業した新駅です。南吹田駅を出るとまた鉄橋を横断します。横断する川は神崎川。一度渡った川をまた横断します。川を渡り切ったら進行方向左側から線路が合流。こちらは上東貨物線という線路です。貨物線と合流すると同時にズームアップすると新幹線の姿が見えました。ちょうど大阪東線をまたぐ姿が見えました。そしてさらにもう一つ、茶色い鉄橋が大阪東線をまたいでいます。こちらは阪急線の鉄橋です。将来阪急線の線路が高架化される際に使用される予定です。鉄橋をくぐったらすぐに JR 淡路駅に到着です。阪急線と乗り換えできます。さて JR 淡路駅から少し進むと進行方向右側から線路が近づいてきます。1日目に攻略した学研都市線です。列車は茂野駅に到着。以前は学研都市線のみ乗り入れる駅でしたが、駅舎を改造して大阪東線も乗り入れるようになりました。茂野駅を出ると学研都市線の木津方面の線路がこちらをまたいできます。その線路が降りてきて方向別複々線になりました。ほどなくして花店駅に到着。大阪東線の拠点駅であり、また学研都市線の快速列車が停車します。花店駅に無事到着。ここで学研都市線の快速列車と接続します。そして快速列車の方が先に扉が閉まります。こちらは時間調整のためまだ扉は閉まりません。快速列車が発車。東西線各駅からの乗り継ぎも大変便利なダイヤとなっています。さあ列車は花店駅を3分ほど停車して扉が閉まります。花店駅を発車。花店駅を出ると今度は学研都市線の京橋方面の線路がこちらをまたぎます。そして鉄橋を通過。鉄橋を通過した直後、線路が二手に分かれます。左側に分かれた線路は網干総合車両所明石支所花店派出所につながっています。ここで221系と行き違い。大阪東線はかつてはほとんどの列車が国鉄時代に製造された車両で運行されていました。今は JR 化後に製造された車両のみで運行されています。列車は高井田中央駅に到着です。阪神高速13号東大阪線の真下を通る大阪メトロ中央線と乗り換えできます。さて高井田中央駅を出た後の混雑はこんな具合。1人が2席分使えるくらいの混雑です。次は JR 河内永和駅です。
ここで貨物列車と行き違い。駅名標撮影。近鉄奈良線と乗り換えできます。さらに次は JR 俊徳道駅、近鉄大阪線と乗り換え可能です。ここで大阪東線を走る直通快速と相対。直通快速は JR 俊徳道駅を通過します。さて、木摺上北駅を出ると線路が右側に分岐していきます。上東貨物南連絡線という線路で、百済貨物ターミナルまで線路がつながっています。大阪東線はもともと上東貨物線を旅客用に改良して開業した路線なので、北と南に貨物線が分岐する信号場が一つずつあります。貨物線と分かれ地上に降ります。両側の線路は大和路線。先ほども見た光景ですね。列車は終点の久宝寺駅に到着です。奈良方面の大和路快速と同じ2番乗り場に着きます。これで大阪東線を全線完乗しました。残る未乗路線は2路線。滋賀県を走る湖西線と北陸本線だけとなりました。列車から下車。京城駅舎を渡って隣のホームに移ります。乗り換え時間に余裕があるので駅名標を撮影しましょう。ラインカラーは大和路線で使われている濃い緑です。さあ、滋賀県に向かうべく大和路線の大和路快速を利用します。久宝寺駅を16時43分に発車する天王寺大阪方面行きです。久宝寺駅を発車。さっきも見た光景ですが、まあ仕方ない。さて、天王寺駅に来ました。今度は特急列車との遭遇はありません。寂しい。大和路快速で来るのは2回目。今度は乗り換えません。列車は新今宮駅に到着。4番乗り場に発着するため、駅の手前で分岐器を分岐側に通過します。新今宮駅では南海線に乗り換え可能です。そのため当駅での乗降客は多いです。さあ、新今宮駅を発車。関西本線とお別れし、大阪環状線に入ります。車内の様子、さすが大阪の都心部となるとかなりの混雑です。さて、進行方向左手に列車が見えました。東海道本線と合流です。4回目の大阪ステーションシティ大阪駅に到着です。ここで列車を下車。別の列車に乗り換えます。次に乗るのは当然東海道本線です。8番乗り場に来ました。目的の列車はまだ来ていません。問題なく乗り継げそうです。さて、列車がやってきました。大阪駅を17時15分に発車する新快速の安行きです。一見普通の新快速に見えますが、実は少し違うところがあります。それがこちら。通常の車両とは異なるカラーリング。これはたくさん走っている新快速の中で1日2往復だけ連結されている A シートという指定席車両です。今回この車両の指定席をあらかじめ予約しておいたので乗車します。さて、扉が開きました。この車両のことを知らない一般人が入り込み、デッキが混雑。なかなか入れません。一応ルール上指定席券を持っていなくてもデッキに立つことは可能ですが、そのせいで逆に予約していた人たちの出入りを妨げています。個人的には車両への立ち入りすら禁止にしてほしいところです。さて、ようやく予約した座席に座ることができました。発車を待ちます。車内には予約していない立ち客が何人もいます。これでは気軽にトイレに行くのは無理そうですね。まあ30分程度しか乗らないので、行きたくなったら我慢しましょう。大阪駅を発車します。さて、列車は新大阪駅に到着です。向こうに681系がいます。そしてホット7000系スーパーハクトも止まっています。この旅で新大阪駅に訪れるのもこれで最後です。さて、新大阪駅を出ると列車は高速で走行します。新大阪駅を出た後の混雑状況はご覧の通りです。
結構座席が埋まっています。列車は高槻駅に到着です。京都駅と新大阪駅の間で唯一の停車駅です。高槻駅を出た後も列車は高速走行。遠くで阪急京都線の列車と並走します。そして京都府に入るとすぐに名神高速道路の下をくぐります。次にくぐるのが京都縦貫自動車道。名神高速道路の開通は1963年ですが、こちらは開通が2013年のため橋脚が新しいです。さあ列車は特急はるか号と行き違い。しばらくすると列車が多数止まっているところに到着します。こちらは吹田総合車両所京都支所。湖西線、草津線、嵯峨野線の普通列車のほか、大阪から出る多方面の特急列車も止まっているのでバリエーション豊かです。列車は向町駅を通過。向町駅を通過すると一番向こうの線路が高度を上げていきます。あの線路は京都貨物ターミナルと京都支所の車両基地をつなぐ線路です。列車は桂川駅を通過。桂川駅通過と同時にさっきの線路が上をまたいでいきます。次に列車は桂川を横断。桂川を横断すると右手側で高架線と合流。東海道新幹線です。そしてここで普通列車を追い越し、あっという間に追い抜いていきます。列車は西大路駅を通過。京都駅の一つ手前の駅です。さあ列車は京都駅に到着です。京都府の中心地に戻ってきました。ちなみに京都駅に来るのはこれで4回目です。さあ京都駅を出発しました。進行方向右手奈良線と分かれていきます。次の停車駅は山科駅です。山科駅で新快速乗車、そして A シート座席乗車はおしまいです。京都駅を出ると車内は一気に空きました。山科駅に到着。お世話になった車両のお見送りありがとうございました。さて17時51分、予定通りに山科駅に来ました。次に乗る予定の列車まで1時間以上ありますので、ここでお夕飯にしたいと思います。改札を抜けましょう。さあ、山科駅に出てきました。目の前に京阪の山科駅がありますね。京神線がありますからね。ここが山科駅。結構人いますね。さすが新快速停車駅だ。さあ夕食はどこがあるんだろう。とりあえずちょっと探してみましょう。ということで夕食を食べるところを捜索中。デッキの上に上がるとロケーションの良い場所を見つけました。桜が咲く駅前ロータリーと道路をぶった切る京神線の線路、そしてそこを通る京阪800系。エモいですな。フレッシュネスバーガーだって。まあ山科駅時間があるといってもあんまり長居できないので、このぐらいのやつで夕食にしましょう。ということで店内に入りポテトとバーガーのセットを購入。美味しそう。いただきます。完食。ごちそうさま。さて山科駅改札内に戻りましょう。いいご予約で特急券を受け取り、フリー切符で改札を抜けます。あたりはもう夜です。まもなく4番乗り場に18時56分発快速湖西線敦賀行きが8両で参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。前4両は敦賀行き、後ろ4両は近江松行きです。4番乗り場に電車が参ります。ご注意ください。さあやってきました。1日1往復だけの湖西線快速列車225系での運転です。
山科駅を発車、湖西線の線路に入線します。山科駅を出ると、まずはトンネル区間に突入します。長山トンネルという全長 3037.5km の長大トンネルなのですが、編集を使ってカット。大津京駅に停車します。さあ、大津京駅を出ると、琵琶湖の西側のエリアを高架で走行します。進行方向右側、住宅の向こうに琵琶湖が見えるはずなのですが、夜なのでよくわかりません。湖西線は高架だけでなくトンネルも通過します。高架とトンネルだけで構成され、踏切の存在しない高規格線路を進みます。列車は小琴温泉駅に到着。新快速列車は当駅を通過しますが、今乗っている快速列車は停車します。小琴温泉駅の駅名表を撮影。もちろん降りずにそのまま北上します。小琴温泉駅の次は片田駅です。湖西線南部の中核駅で朝晩の特急サンダーバードが一部停車します。なおも北上を続けます。快速列車の高速運転はまだ続きます。列車は近江舞子駅に到着です。ここで快速の通過運転は終了です。ここから各駅に停車します。次は近江今津です。お出口は左側です。なお次の近江今津駅で後ろ4両を切り離します。列車は近江今津駅の2番乗り場に入線します。近江今津駅に到着。ここで下車します。乗ってきた快速列車は切り離し作業が行われました。さて、ここから湖西線の看板列車に乗車します。関西圏から北陸圏、金沢までを結ぶ特急サンダーバードに乗車します。近江今津駅の発車時刻は19時45分です。自由席に乗車します。さあ、近江今津駅を発車。ここからまた高速運転が始まります。特急サンダーバード41号金沢行きです。自由席は5号車と6号車です。次は敦賀です。特急サンダーバードの座席はご覧の通りです。小型テーブル、そして背面テーブルがついています。列車は近江塩津駅を通過します。これで湖西線を全線環状しました。これで残る未乗路線は北陸本線のみとなりました。その北陸本線に特急サンダーバードは入線します。まもなく敦賀です。小本線はお乗り換えです。敦賀を出ますと次は福井に停まります。不動車ありがとうございました。敦賀です。敦賀駅の駅名表を撮影。北陸本線のフリーエリア区間の最北端にまず来ました。特急サンダーバードのお見送り。終点の金沢駅まで無事に行ってらっしゃい。さあ、あとは米原駅に向かうだけなので、階段を降りて隣のホームに向かいましょう。夜の敦賀駅はさすがに人が少ないです。まもなく6番乗り場に特急白鷺16号名古屋行きが6両と米原行きが3両で入ります。この列車は長浜、米原、大垣の順に止まります。列車が到着します。ご注意ください。さあ、列車がやってきました。681系の特急白鷺です。
敦賀駅を発車。北陸本線の本格攻略開始です。ご乗車ありがとうございます。特急白鷺16号名古屋駅です。さて、特急白鷺についても自由席はめちゃくちゃ混んでいるというわけではありません。681系の座席はご覧の通りです。小型テーブル、そして背面テーブルがあります。手すり下のボタンで背面を傾けることができます。敦賀駅を出ると列車は何やら円形にぐるりと迂回するループ線を走行します。なぜループ上に線路を敷設するのかというと、距離を稼いで上り勾配を緩和するためです。さあ、列車は近江塩津駅を通過しました。ここからがこの特急白鷺で乗り潰す異常区間です。近江塩津駅を出てしばらくすると次の停車駅の長浜駅に着きます。長浜駅は米原敦賀間の途中駅としては最も利用者が多い駅です。一部の白鷺がここ長浜駅に停車します。ご乗車ありがとうございます。特急白鷺16号名古屋駅です。次は米原です。20時50分に着きます。米原を出ますと次は大垣に停まります。ご乗車ありがとうございました。あと5分ほどで米原です。お出口は右側です。7番乗り場に着きます。お降りの際はお足元にご注意ください。米原を出ますと大垣、岐阜、尾張一宮、終点名古屋の順に停まります。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございました。まもなく米原です。さあ、米原駅に到着です。ここで特急白鷺は進行方向を逆転させます。米原駅到着と同時に金沢方面へ向かう特急白鷺と並走しました。そのまま米原駅ホームに進入。これで北陸本線を全線環状。同時に春の関西ワンデーパスのフリーエリアを全て制覇しました。フリーエリアを環状した記念に駅名標撮影。1日目のスタートに戻ってきました。さて、米原駅に到着したらそのまま白鷺に乗って大垣駅に戻りたいと思います。米原駅では京都側の3両の切り離し作業が行われます。せっかくなのでこれを観察したいと思います。3分間、新快速長浜行きは6番乗り場から発車します。列車の切り離し完了。連結機にカバーを取り付け、左側6両が引き続き名古屋行きとして運転されます。さあ、米原駅から大垣駅に戻ります。米原駅から20分、大垣検車区の脇を通過。そして大垣駅で下車します。お世話になった列車のお見送り。今まで乗ってきた全ての列車に感謝を込めてありがとうございました。はい、ということでこれにて春の関西ワンデーパスのフリーエリアを全線環状する旅は終了です。いかがだったでしょうか。動画をここまで見てくれた方ならもうお分かりかと思いますが、春の関西ワンデーパスを全線環状するのに必要な日数は2日です。1日では不可能でしたね。1日では無理だったので2日間で回る比較的ゆったりした旅でした。これなら初電から終電まで使って全線環状の旅をやってみたいという方にもおすすめでしょう。というわけでこれにて春の関西ワンデーパス全線環状の旅は終了です。最後までご視聴くださりありがとうございました。この動画がいいなと思ったら Twitter などで他の人に紹介したり、またチャンネル登録や高評価をしてもらえると嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。